こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。数ヶ月前に日本の水石のルーツを物語るような古い時代の歴史ある水石をご紹介しました。海外を含めて大変な反響をいただきました。ありがとうございます。第2部として今日お伝えするのは、そこからさらに数百年、明治、大正、昭和の中に生きた盆石、水石、これをご紹介したいと思います。今目の前にあるように、河原に落ちていた石が、いつの日かこのような漆の箱の二重箱に入る、その中に生きた数々の名石をご紹介しましょう。お楽しみください。苦行から文人世界へ。盆石は古くは宮中歌人、俗に言う苦行たちの神秘の世界から国学や文人の世界へ、それが幕末から明治へという時代に受け継がれていきます。盆石、名鍵山、五石家筆頭、近衛家第21代当主、近衛家広公の伝承石です。左大臣から関白へと上り詰めた近衛家中興のこの苦行は、江戸初期に活躍した最も名だたる近衛家の人物です。山の理想を描いた鍵山は、現代水石界でも江戸期盆石の至宝として受け継がれています。盆石、近衛忠広公伝承石。近衛家最後の関白職を得て、明治の世まで90の世合を生き続けた苦行です。21代家広公への敬母深く、この盆石は家広公が残した鍵山を彷彿とさせる石層を持っています。明治天皇より高い信頼を得た忠広公は、信長以来唯一の官位将の一位を受けるまでに上り詰めた人物として有名です。来山陽居合盆石群、鴨川名日いずるところ、鴨川名雪屋、鴨川紅流し名観世音立像。来山陽は江戸後期、日本の歴史書として名高い日本外史を編纂した歴史家であり、思想家であり、漢学詩人として有名な人物です。京都東山に院政の居を構え、大原目と言われる京都北の方から野菜を頭に乗せ運ぶ女性たちに命じて、鴨の河原にある石を拾ってきなさい。それを庭先で選別して、自分が好む石だけを座敷に残し、あとは河原へ戻させて駄賃をあげたと。こんな伝説が残る山陽の名石は、今もご遺族の方々に守られて、京都の地で息づいています。ネオ吉化石名羽衣、能舞台に立つシテの役者がその衣装を広げれば、そこに金蘭銀蘭に輝く菊花の模様、その見立てを
した姿石文様石として日本を代表する一石です。西園寺金持公らの関わりもあり、名工日々の一貫祭による小さき台座は、能の舞台なればヒノキの板にということで、ヒノキの一枚板とともに今も大切に保存されています。鞍馬石、名随雲。紀州徳川家最後の15代当主、徳川頼道公の位牌石。5代将軍綱吉の聖母、慶祥院の発願によって建立された五国寺にも飾られた記録を持つこの石は、まさに雲を思わせるその姿。金色の雲は徳川の世にたなびくと言われて、江戸城三の丸脇書院にも飾られたと伝えられています。盆石、名南山の寿。最後の文人画家と言われた富岡鉄斎の旧造石です。多くの石を愛した鉄斎の中でも極めて大ぶりなこの石は、長く信州岡谷、鶴竜庵小口健一王が愛し位牌石としたものです。南画の筆法の一つであるような、うごめくような石層のシワの姿は、鉄斎がこよなく愛して愛願したと伝えられています。ここより三石、明治、大正、昭和の時代、政財界という日本を動かすに至った傑物たちが愛した水石をご紹介します。これを見ると、水石の文化は幅広い一般愛好家、文人の方々以上に日本を牽引した大いなる人物たちが愛したことがわかります。丹波龍岩石、別名岩崎家番号石、旧三菱財閥四代目最後の総帥であった岩崎小彌太が愛した一石です。岩崎家は初代弥太郎に始まり、この小弥太までこよなく盆栽と水石を愛しました。財閥が解体される戦後、この小弥太の命により市政に放出された多くの石は、岩崎の番号石として高い価値で珍重されています。小さな石の中に浮かぶ渓流の姿は、その水音さえ感じられるもので、名品のんべえの水盤とともに水石界の宝とされています。カムイコタン、名高千穂。水石界に3代続く愛石家として名高い女学庵の旧造品です。戦前の臨時帝国議会の会員式にも陳列され、その後には宮中でも展覧の栄を受けたとされる貴品中の貴品と言える一石です。まさに神話の名を持つこの石は、空から神々が降り立つと言われた高千穂の地を浮かばせる見事な山陽の天然カムイコタンとして第一宝の名石とされています。揖斐川滝石、名京成三色。まさに新山渓谷に流れ落ちる滝の姿。
この石を愛したのは、東京証券取引所初代理事長、男爵であった郷清之助。そして、その後に小松製作所会長、第一次吉田内閣の厚生大臣でもあった河合良生。近年では、日本初の財団法人としての盆栽美術館を創立した名工商会創立者高木礼二氏。数々の日本の財界人がこよなく愛した一石として名高いものです。いかがだったでしょうか。歴史ある名石、様々な人々が関わり合って培った水石の文化。その素晴らしい名石たちも、裸の瓦の石から台座を作り、このように愛好家が楽しむ石の中から生まれます。今こうして活躍している愛好家の方々の中に、また有名な人物が生まれれば、ここから50年、100年後、それがご紹介したような石にもなっていくのです。石は人の心と美意識がその価値観を積み上げていきます。ぜひご自分でお持ちの石ももう一度じっと見つめてやってください。その中には素晴らしい世界があるわけです。またご紹介できる機会を探したいと思います。わびチャンネルはこのようなことも含めて様々なアーカイブスがあります。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみいただければありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。